かつて、俺はヒーローだった。30年ほど前になるだろうか。小学校の水槽で、子供たちの視線を独り占めにしてた。毎日、可愛いって言われて、餌が降ってきて、名前までつけられて。俺は、愛されてた。そう、あの頃までは。俺は、赤耳ガメ。耳の後ろに、赤い筋があるからな。でも、小さい頃は緑ガメって言われてた。体長は最大30センチ近くになることもある。卵も20個以上まとめて産む。飼育下では20年くらい生きる。うまく飼えば30年を超えることもある。冬は気温が下がると冬眠のように動かなくなる。まあ、室内でちゃんと飼われてるやつはそんな心配はないかもしれないが、生まれたばかりの頃は500円玉サイズ。小さくて可愛くて。それが悲劇の始まりだった。あの頃、俺はスターだった。学校の水槽でも、家のベランダでも、いつだって注目の的。餌の時だけじゃない。緑ちゃんって呼ばれて、子供が笑って、指をさして。ガラスの向こうの世界はいつもキラキラしてた。まさか、あんな日が来るなんて、思いもしなかった。あの日のことは、今でも覚えてる。水槽じゃない、人の声もしない。足元には、濁った泥と見知らぬ水草。空は、見たこともないほど広くて。水は、やけに冷たかった。俺を持っていた手は、もうどこにもなかった。きっとあれが、さようなら、ってやつだったんだろうな。公園の池や、近くの川に、こっそり放される。そんな別れが、今も続いてる。気づいたら、俺は、特定外来生物、って呼ばれてた。ニュースでも、役所のポスターでも、どこでもそう書いてある。駆除対象。生態系の脅威。このままじゃ、日本の自然が壊れる。なあ、それ、本当に俺のせいか。俺はただ、生き延びたかっただけなのに。俺たちはもともと、北アメリカにいた。勝手に、ここ日本へ来たわけじゃない。人間が、輸入して、売って、飼って、飽きて、捨てたんだろう。しかも、ちっちゃくて可愛い時だけ売った。育てば30センチにもなるって知ってて、それでも飛べなかった。売る時も、育て方や寿命のことなんて、ほとんど教えてなかったよな。俺たちは、ただ生きただけ。生きたら、生態系の敵にされた。それってさ、本当に俺たちの罪か。戦いたかったわけじゃない。誰かを傷つけようと思ったこともない。俺は、ただ、生きたかった。飼ってくれたあの子の声が、もう一度だけ、聞きたかった。泳げる場所があって、日が当たって、誰にも迷惑かけずに、ただ、生きていたかったんだ。もちろん、俺たちが増えすぎれば、他の命に迷惑がかかるのは、わかってる。それでも、俺たちにとって、生きること、が罪になるなんて、悲しすぎるだろう。俺のこと、覚えてるだろう。君の教室の隅で、ベランダの水槽の中で、小さく手を振ってた、あの亀。今も、どこかの池で生きてるかもしれないし、もう、とっくに誰かの記憶にもいないかもしれない。でも、いいんだ。これが、俺の一生だった。赤耳ガメは、強い繁殖力と環境への適応力により、在来種との競合、生態系の撹乱が問題視されています。2023年には、特定外来生物に指定されました。現在は、法律により新たな飼育、販売が原則禁止されていますが、すでに飼っている個体は、
最後まで責任を持って飼い続けることが求められています。捨てることは法律違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。しかし、飼育放棄や違法放流が未だに多く報告されているのが現状です。どうか、命を迎える時には、その一生まで想像してほしいのです。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な動植物が一生をモノローグ形式で語っていきます。よければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。